どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はMacBook Air ですね、おすすめのアクセサリー、大体11選ぐらいなんですけども、最近もう本当に色々揃えまして、これ良かったなっていうものが割と揃ってきましたので、ご紹介したいかなと思います。まとめました。一応今使ってるカバンとかもね、紹介しようと思いますので、ちょっとカバンの中身じゃないんですけども、そういった要素もありますので、ぜひね、チェックしてもらえばと思います。今回一応紹介する商品に関しては、全部一覧でですね、基本的に Amazon で買えるものになってますんで、概要欄に全部載せてますので、一覧で見たいよって方はぜひね、まとめてますので、チェックしてみてください。僕が使ってるモデルとしては、M3 かな ?M3 の MacBook Air、M2 とか、M2 と M3 は、見た目的には全部一緒なので、M1 とか普通の MacBook Air とかもね、使えるんじゃないかなと思いますので、気になることありましたら、ぜひコメントいただければと思います。はい。ということで、まずはですね、この eCo っていうところのカバーです、これ。パッと見ね、何も貼ってないように見えると思うんですが、こちら実はね、カバーね、貼られてるんですよ。ちょっとこう見たら分かりやすいかもしれないんですけども、このクリアなカバーが実はここ、貼られております。このゴム部分はしっかり出るような設計になってますので、こう外せるんですよね、なんでね。よーく見ると、カバーがついてるみたいなところです。で、カバー自体は正直、硬いな、これ。あってもなくてもね、どこでしょう。つけててもつけてなくてもいいと思うんですけども、僕の場合、このスタンドですね。モフトになるんですが、これをやっぱり、この上からつけれるんですよ。なので、剥がすときがね、結構大変なんです。このモフトね。これとこのままスタンドになるものになるんですけども、こういう感じで縦で、置いたりっていう、2段階できますね。収納できるんですけど、これ貼り付け式なんですよね。この後ろに、こういう感じで、粘着で、こちらもなんで、ある意味、2つ目なんですけども、非常におすすめなんだけど、取るときすごいね、大変なので、そういった意味でこちらをですね、貼り付けタイプのスタンドを使うのであれば結構おすすめかなと思います。ケース自体は、ほぼかなり、軽いというか、パッと見もほぼつけてないような感じだと思いますので、こっちもなんでついてます、これ実は。よいしょ。ほぼマットな感じですよね。かなり薄いと思います、正直。非常に薄い素材で、今薄いのがあったので、そっちの方を、一応貼っときますけど、これも、がおすすめかなと思います。端子の部分とかも、ここは開いてますんで、非常にシームレスに使えるのかなと思います。ほんと貼り付けるだけなんで、傷とか気になる方はいいんじゃないかなと思います。全然開けても、問題ないというか、画面側もほぼ、干渉というかそういうのがないものになってますんで、今これフィルムもつけてます。で、光の反射がかなり抑えれるっていうところではあるか。で、モフトを、後ろあるんで、こういう感じに展開して、でいつも作業してますね。これやっぱ角度がね、つくので、全然違います。打ち心地が。これ上からだと分かりづらいんですけども、こんな感じで打つとある状態と、ただないとやっぱりね、ペタっていう感じになるので、キーボードやっぱ打つときかなりね、感覚が違います。例えば目線がね、かなり高くなるので、このスタンドはね、めちゃくちゃおすすめです。で、スタンドとこのケースを組み合わせると着脱もねすごい楽になるのでいいかなと思います。僕はそうしてますね。僕なんかそのグラフェンっていうやつかなが入ってる、ちょっと高めのやつをね、温度を下げてくれるやつがあるんですけども、安いのだと3000円ぐらいであるので、それでもいいかなって思いますね。こっちの方が結構しっかりしてる印象はね、レザーっぽい、脂肪感はあるので、これと MacBook Air なんですけども、今回なんで今このミヤビックスのですね、高反射フィルムっていうのを貼っております。これね、やっぱかなりいいですね。貼ってるように見えないですよね、これね。反射とかですね、指紋とかもかなり抑えれるんじゃないかなと思います。どうですかね。ちょっとね、僕貼るの失敗して若干気泡が入ってるんですが、これちゃんとやれば、いや、かなりね、反射を抑えれます。見え方はもうほぼほぼですね、つけていない状態とそんなに遜色ないかなっていう。はい。角度を変えても、色味とかもね、ほぼほぼ変わらないですし、そうなんですよ。指紋とかもね、かなりつきづらいです。で、拭き取りやすさもあるので、今まで貼ったフィルムで一番良かったかもしんないです。っていうぐらい、これはおすすめ。なので、指紋ね、どうしてもやっぱり手で閉じるときに触っちゃったりとかですね、窓側とかに座ると、反射がね、すっごい気になって見えない時あるんですよ。これがね、かなり軽減されましたので、どうですかね。見え方は、ほぼほぼね、貼ってない状態とそこまで
変わんないんで、アンチグレアフィルムみたいな MacBook Pro にはねナノテクスチャーガラスっていうのが入ったんですけども、Air にはね今ないので、次の M4 のモデルでおそらく出ると思うんですけども、多分3000かな、3000、4000ぐらいで買えますので、これねかなりおすすめでございます。貼るのも基本的には簡単だったんですが、リムーバーがねついてないので、ホコリを取るやつだけちょっと買っといてもいいかもしれないです。ミヤビックスさんのやつは、はい、ぜひチェックしてみてください。結構いいです。抑えれるんで、反射がある意味一番買ってよかったかもしれないです。はい、感じでございますね。はい、これも今ケースつけてます。で、よいしょさっき見てもらったように画面にはねミヤビックスのやつ貼ってるんですが、反射ねかなり抑えれます。このトラックパッドの部分もですね、これね実はフィルム貼ってるんですよ。貼ってまして、こちらはベルモンドさんのやつかなを貼ってます。これ実はよーく見たらねあるかな、これよーく見たらあるかなっていう、レベルなんですけども、どうですかねほぼほぼわかんないレベルの傷とかのね防止にもなりますし、すげえサラサラなんですよね。このトラックパッドの表面の部分が動画では伝わりづらいんですけど、サラサラっていう感覚ですごい使いやすくなりました。ただなくても別にいいかなっていうところであるんですけども、僕は気に入っております。サラサラで、ちょっとアンチグレーな感じにはなってますかね。差がね 0.15mm っていうところなので、操作性にも全然ですね全く問題なく使えるかなっていう、入ってないけどすごい操作性いいです。この辺も問題ないかなと思いますので、ここもね貼ってもいいかなっていう気はするんですけども、そこまでしなくていいかなっていう感じではあるんで、もしおすすめだったら教えてほしいんですけども、本体はそんな感じですかね。で、あと充電器とかですねにはなるんですが、ここのハーフデイハーフデイポーチに全部ね入ってまして、充電器今 PIO さんのやつかな、 PIO のノバポートデュオですね。この脂肪加工をしてあって、プラグも折りたたみ式になってます。で、USB-C が2ポート入ってるので、これ65W かな。なんでタイプ A がね、ついてるモデル 2C、2A とかもあるので、ここら辺もいいかなと思います。かなりね、最小クラスにちっちゃいんですよね。なんで AirPods とほぼほぼ大きさは同じぐらいの感じなんで、これね、めちゃくちゃいい。MacBook Pro もいけますかね。これをハウデイポーチの、これピクセルバッツか。ここら辺に入れて、で、この中に、ケーブルですね。5つ目ぐらいこれ。アンカーの USB-C ケーブルの、2-in-1 のやつかなを入れております。はい。割と雑に入れてるけど、これいいんですよ。なんでいいかというと、これ2本ですね。ちょっと見てもらうと分かるけど、よいしょ。2つついてます。こういう感じで。なので、同時に、例えばなんで Mac と iPhone とか、同時になんでこんな感じで同時に2本充電できちゃうんですよね。MacBook 充電されてるけど、これモフトのやつかな、ケースは。はい。こういうのがケーブル1本でできるので、140W まで一応対応してます。でも単ポートかな。MacBook Air なら十分かなっていう感じ。プロも一応使えると思うんですけども、でこの間に5つ目ではあるんですよ、ケーブルにしては。こういうなんか分岐するところがあって、ケーブルが2本ついてるっていう感じにはなりますね。で、これを結構ね、もうこのままもうちょっとね、この収めるところが綺麗にできたらいいかなと思うんですけども、ハーフデイポーチが、今使ってるんですけど、ここにこうね、結構雑に入れれるんですよ。入れれるので、こんな感じに。これがいいところということで、ポーチですね。ハーフデイポーチ。一応自立するのかな、これね。よいしょと。最近なんかたまたま再販してたんで、よいしょ。この質感だったりとか、で、さっきのこのメインのね、ポケットがありまして、ここになんでさっきの、僕の場合はケーブルとか、ここになんであれですね、こういったマウスとか、なんか入れてもいいのかなっていう気はしますね。全然入る、普通に。とかもいいし、あともう一個ね、こっちにポケットがあって、こっちにケーブルとか入れてもいいかなと思います。これ僕は特に何も入れてないけどんで、こういうケーブルとかね、磁石でくっつくやつ、マグテープみたいなやつを使ってますかね。これも結構いい。USB-C で、磁石でくっつくんで、こう、なんていうの、かさばらないっていうのと、収納がね、すごい楽なんですよね。なんで、こういうのをポッて入れといたりとか、ここにケーブルとか雑多に入れてもいいと思いますし、入れて、であとこれもう一個特徴がね、もう一個ポケットがあって、閉めやすいっちゃ閉めやすいな。そうなんですよ。ここで、開けれるんでね、ここで拡張できます。結構こうデカめ、もうちょっとこう旅行の時とかにね、もうちょっと容量欲しいなみたいな感じにできるんで、拡張できるんですよね。全然、結構入るよ、これ。このぐらい、このぐらい全然入れても入る、普通に。全然入るわ。雑にこう入れても入るっていうところがいい。ただそう若干ここのねやっぱポケットみたいなのが引っかかる時あるんで、これぐらいかな、気になる点としてはぐらいだと思います。
よいしょ。結構がっつり入るんで、まあ、一応概要欄貼っておきますけど、全然容量し、まあ使わないときはこう戻すみたいなことができますので、ハーフでポーチね、かわいいよね、なんかね、シンプルで。で、あとなんだっけ、まあ、もう一個持ってるのはこの、まあ、ネイティブユニオンのね、テックオーガナイザーも割とね、ちょっとほこりかぶってるけど最近あんま使ってないんですが、これもね、結構テック入るんだよね。まあ、マウスとか、こういうなんか、なんていう、充電器とか、こう、AirPods とか、そういう系がね、こう入ると思う、これ。イヤホンめっちゃあるかな。3個はいけた。結構。で、まあ、ケーブルとかね、こう雑に入れてもいいと思うんで、やっぱこの質感がいいんだよね、ネイティブユニオンの。このロゴの感じとか、あとやっぱこういうところにちゃんとね、ロゴ入ってんだよ。革の感じがね、すごいいいんですよ。で、こっちはネイティブユニオンのパリス。すげえ、なんかミニマルな感じ。で、カラーもね、3色ぐらいありますので、これもね、そんなに、まあ、割とコンパクトな方かなと思いますね。でも結構ギリギリだな。まあ、どっちも別にいいかなっていう。まあ、結構どっちも気に入ってますが、まあ、機能的にやっぱハーフデイパックの方が、ポーチの方がね、なんかいいのかなっていう。まあでも、これチャックの部分見えないのいいな。これチャックの部分見えなかったらもっとなんかミニマルになりそうな気がしますね。とか、あとは、で、バッグがね、ちょっとでかいからどうしようかな。スリングというカバンなんですけども、いいね、このやっぱミニマルな感じが。全体これ多分画角的に入ってないんで後で映すけど、これいいんですよね。これどういうバッグかと言いますと、エアっていうこのブランドかな、ここのブランドが出してる。ちなみにここにクリッパーつけてますはい、引っ掛けるやつ。このエアっていうところが、作ってるブランドで、コーデュラかな、これのテックバッグでめっちゃいいんですよね。最近毎日使ってるわ。で、この MacBook、多分14インチまで入るんじゃないかな。ここに入ります。なんで、こんな感じで入って、ここになんで、iPad とかも入りますかね。で、あと、ここにもポケットがあるので、まあ、僕の場合、こう、Xiaomi の14ウルトラをカメラなんで入れたりとか、スマートフォンも入るし、ここに、前紹介したローリーのやつとか、このモバイルバッテリーとかを忍ばしといたりできるし、ここも入るし、で傘をね、僕いつもここに入れてますね。北沢みたいなやつ。木沢だ。で、めっちゃ軽いやつをこう入れて、あとこっちにポケットがあります。で、これ CIO のね、ケーブルをここに引っ掛けといて、USB-C でね、モバイルバッテリーとか用のやつかな。で、ここに財布入れてるかな、いつもね。はい。財布と、あとここ面白いのがね、エアタグのホルダーがあるんですよ、入れるとこが。これエアタグ入ってるんだけど、エアタグ専用の、これエアタグ入ってるんですけど、エアタグ入ってるさ、もうボロボロだけどここにエアタグの専用ホルダーがあって、こういうのね、いいですよね。しかもちょっと見えないようなところに。で、まあ、ここ普段は閉めといていう感じかな。で、一応外側にも、こっちかな。チャックは YKK だね。ここ開けるとこあって、外からこう背負っても出しやすいようなとこに、ここに僕大体イヤホン入れたりとかね、これナッシングのやつかなとか、これ自分のステッカーがあった人配れるようにみたいな感じで、こういう感じね、はい、あります。大きさはそんなに大きくないかな。もうちょっと汚いんであれだけど、ちょうどいいぐらいの感じで、これちょっと後ほどまた、これがね、すごいいい感じなんですよね。裏側はね、で、メッシュ素材にはなってるんじゃないかなと。で、肩掛けなんですよね、これ。手でこう持つこともできるし、肩掛け、メッセンジャーバッグみたいな感じだと思います。で、ここも外せます。脱着も結構しやすいし、あとこういうところもね、よくできてんだよ、これ。なんかピラピラってなるじゃないですか、これ。前にかけると。で、ならないようにこういうのついてんだよ。ついてないとやっぱこんな感じになっちゃう。なんかピラピラピランってなっちゃうから。はい。全体後で見せますけど。で、これがなんで肩掛けの部分になるかな。コーデュラじゃないですかね、ここら辺はね。メッシュっぽい感じ。割と入るんですよね、なんで物が。これなんで、あとヘッドホンの、この最近ソノスのやつ使ってるんですが、ソノスのこういったヘッドホンとかをこう入れたりとか、これいいですね。なんでね、割と、MacBook 入る絶妙なサイズかな。iPad の13インチとかも大丈夫だと思います。なんでね、iPad 用はあるんですけど、Mac がこう絶妙に入って、割とコンパクトなやつってあんまりないので、僕は結構ね、気に入ってます、これ。ちょっといい値段するんですけど、2万円ぐらいかな。結構おすすめでございます。の全体像、こんな感じですね。結構ね、コンパクトだと思います、正直。コンパクトで、板掛け、手でこう、持つみたいなことで、さっき見てもらった通り、ここも取り外しができます。よいしょと。イメージ的にはね、こんな、なんで、肩掛けのこんな感じですね、イメージ的には。メッセンジャーバッグみたいな形でいけるんじゃないかなと思いますので、これで大体いつも、持ち歩いてますね。こんな感じ。これいいですよ。やっぱね、僕、バックパックね、ダメなんだよね。バックパック結構ね、背中痛くなっちゃうタイプなんで、これで手で持ったりとか、で、クリッパとかそういうのつけておけば、吊り下げるみたいなことも、結構簡単にできるので、
割と最近もこれでやっちゃってますねっていう感じでした。これはね、あんまり紹介したくなかったんですよ、正直ね。はい、っていう感じでございます。いやー、どうですかね。あとちょっと忘れてたけど、AirPods 4ね。これ最近ね、めちゃくちゃ使ってますね。やっぱ Mac、iPhone とかももちろんなんですけども、相性がすごい、Amazon で買ったケースつけて、カラビナーなんで、こういったカバンとかにね、ズボンのポケットとかにつけるんですけど、なんかこういったところにつけたりとかできます。これやっぱね、装着感がね、めちゃめちゃいいんです。やっぱこの耳のこの装着感がすごい良くて、AirPods Pro とかだとやっぱ一般的なね、イヤホンとかだと、シングおしゃれだから出そうかな。普通このイヤーピースがついてると思うんですけども、これがないから超快適なんですよ。ナッシングのめっちゃおしゃれでいいんですけどね。ほんでめちゃくちゃおすすめです、正直。ちょっとやっぱこのケースをつけることで、これちょっとナッシング感出てるでしょ。携帯でノイキャンついてるんですよ。しかもね、ノイズキャンセリング機能が、割と優秀なので、この、ね、インナーイヤー型じゃないのにっていうところもすごい気に入って、使っております。こういったところに入れたりとかもしやすいし、小型いいですよね。はい。ローリーのやつもたまに持っていくかな。ケーブル2個ぐらい。カラビナついてて、ね、いいんですよね。なんかもうカラビナね、マニアみたいになってるけど、これまた紹介したやつですね。はい、これちょっと後で撮ってるんですが、キーボードとね、このトラックパッドで、こちらもかなりおすすめで、こういう感じでね、今、編集してますね。手元にやっぱあるとね、USB-C になったのもあるんですが、非常にね、編集しやすいというか、持ち運んでやることもあります。で、また、シャオミのね、モニターをね、使ってるんですが、これね、フル HD なんですけど、こういう感じで視野角も、全然綺麗に見えますし、編集でね、使ってるんですけど、すごい綺麗じゃないですか。で、ベゼルも薄いし、で、本体自体もですね、かなり薄めになってます。で、後ろは、HDMI でつなぐ感じですかね。タイプ A ポート、あと電源ぐらいで、USB-C での給電はできないんですけども、必要最低限なものかなと思って、今新しいのも考えてるんですけど、一旦これでいい感じです。はい、ということで、いかがだったでしょうか。気になったものあれば、ぜひですね、概要欄に全部一覧とかでまとめてありますので、チェックしてもらえばと思います。で、あと、ぜひね、このアイテムすごい良かったですとか、MacBook と一緒に使って、こういった何でもいいんですけど、モニターとかね、キーボードとかでも何でもいいんですけども、すごい便利でしたみたいな、ぜひあったら教えてください。コメントでぜひね、質問とかも募集してますので、この動画の感想でもいいんですけども、何でもぜひね、コメントいただければと思います。正直ね、紹介したくないものもあったんですけども、そうです。紹介してね、結構なくなっちゃうことたまにやっぱりあったりしますんで、あと、MacBook Air のね、M3 のモデルのレビューとかですね、他の Mac いろいろ解説したりしますので、今 Mac mini 買うかすげえ迷ってるんですけども、また新しいレビューも上げますので、ぜひね、気になる方とか、この動画少しでも良かったなと思ったら、ぜひ高評価と、チャンネル登録してもらえばありがたいかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。いやー、あとキーボードも楽しみですね。ローフリーさんの。めっちゃ楽しみ。もうすぐ届くと思うんで。モニターもね、あと、シャオミのやつですね、曲面のやつが、ちょうど今撮ってる時にブラックフライデーで、安くなるっていうのをさっき見たので、そこら辺に今変えようかなって考えてますので。いやー、でもフィルム結構やっぱり効果ある。ちらつきがなくなるんで、いやー、マジでおすすめかもしれないですね。おすすめ。マジ。